横取り？人聞きが悪いわね。私の方が腕がいいんだから、あなたは引っ込んでなさい。私が勤める美容院の店長は、部下の乗客を平然と奪う最低な人間だった。新人スタッフの顧客まで奪い、それまでの努力を否定する行為に我慢ならなくなった私が抗議すると、店長は眉尻をつり上げた。店長に口答えするようなスタッフは不要よ。もうフロアに出なくていいわ。あなたは掃除でもしてなさい。怒鳴りつけ、私を美容師の仕事から外した。雑用を押し付けられ、やりたい仕事ができない日々に、私は辞めることを覚悟する。ところが数日後、あなた、お客様のことが何も見えていないのね。ある女性客の来店により、店長の本性はバレ、店を追いやられることになったのだった。私の名前は伊藤康子、25歳の美容師だ。有名チェーンの美容院に勤めている。私はその本店でスタッフ10人を束ねるリーダーとして働いている。こうして夢を叶え、頑張っていられるのも兄のおかげだ。私は高校1年生の時に両親を交通事故で亡くした。あまりに突然のことに最初は呆然となったが、両親の残した保険金をもとに5つ上の兄と一緒にアルバイトをしながらなんとか生きてきた。兄は当時大学生だった。兄は大学を辞め就職することも考えていたようだが、あと1年で卒業なのと、出版社に就職内定していたため、私が後押しして卒業してもらった。そして私は高校卒業後、夢だった美容師になるため専門学校に進んだ。金銭面は出版社に就職した兄が面倒を見てくれた。あの時のお返しだ。ちゃんと卒業していい美容師になれよ。兄はそう言って応援してくれたのだ。出版社に入社して編集部所属となった兄は、最初の頃は随分と苦労したはずだが、家でも愚痴一つ言わず、泣き言も言うことなく、毎日気合を入れて仕事していた。二人きりになった時のことを考えたら、こんなの何でもない。常に前向きな兄は、最近では担当作家を持たせてもらえるようになり、よりやりがいを感じて仕事をしているようだ。私は専門学校を卒業して、今勤めている美容院に就職した。今でこそ複数店舗のチェーン店になったが、その当時はまだ1店舗のみで、オーナーやスタッフと和気あいあいとした職場だった。入社後はまず雑用からだった。オーナーも店頭に出ていて、美容師としてのいろははオーナーに教えてもらったようなものだ。オーナーの方針で店はサービスを重視した接客対応を心がけていた。その様子が口コミで広がり、顧客の紹介で来る客も増え、店舗数も増えていった。スタッフの数も多くなり、オーナー一人では見切れなくなり、スカウトで2年前に店長の木下博子さんが仲間に加わった。前の職場で相当な顧客を担当して、オーナーの目に留まったようだ。だが、この木下店長がかなりのくせ者だった。木下店長は実績とオーナーの後押しを追い風にして、店では絶対的な権限を与えられたものとして振る舞った。その最たるものがスタッフの顧客を奪う行為だろう。オーナーはそれぞれのスタッフにつく客が増えれば、スタッフのモチベーションアップにつながり、店のアップにもつながるため推奨していた。ところが木下店長は、スタッフの顧客の中で、特に
金持ちの客を自分の顧客にするようスタッフに強要するのだ。スタッフが客の髪をセットし終わる頃にそばに来て、自分ならもっとできるから次回は私にというのが常だった。客は店長にそう言われれば断れず、店長の顧客になっていった。スタッフもある程度は抵抗したが、相手が店長であり、オーナーがバックについていることをちらつかされ、泣き寝入りするほかない。中にはガンとして抵抗したスタッフもいたが、オーナーにあることないこと告げ口され、辞めざるを得なくなってしまった。そんなこともあり、スタッフは誰一人店長に逆らえなくなってしまった。そんなある日のこと、私が入り口近くのレジに立っていると、いかにも上流階級婦人のような振る舞いの中年女性が入ってきた。中川さんっていらっしゃる？いらっしゃいませ。中川は奥におりますが、何かご用でしょうか？私の知り合いがここでセットしてもらったんだけど、丁寧に思った通りの髪型に仕上げてもらったって言ってたの。担当についてくれたのが中川さんだって聞いたのよ。中川はとても評判いいんですよ。スタッフの中川さんは美容師としてはまだまだだったが、丁寧に客の要望を聞いて出来上がりに反映させていたため、客の受けは特によく、かなりの顧客を持っていた。すごく今風の素敵な髪型だったからお願いしようかなって思ったのよ、中川さんに。そうでしたか。すぐ呼んでまいります。お待ちください。私は中川さんが陰でたくさん努力をしているのを知っていた。今も休憩中だが、新しい髪型のカタログで勉強しているはずだ。私は嬉しくなって中川さんを呼びに行った。中川さんは急いで店頭に出てくると、上流婦人の対応を始めた。私はリーダーとして頼もしくその姿を見ていたのだが、ふと視界の影に入った人影に眉根を寄せてしまう。木下店長が店の奥からその様子を見ていたのだ。なんだか嫌な予感がする。私の胸騒ぎをよそに、中川さんは客とコミュニケーションを取りながら、客の望む髪型にしていった。もう少しで完成というところで、木下店長が近づいていく。いらっしゃいませ。店長の木下と申します。中川さん、サイドはもう少し上げた方がいいわよ。それと全体的にボリュームが少ないわね。あなたもまだまだね。そこ直してみて。中川さんは下を向いたまま、わかりましたと答える。私は自分の客を案内する際、その様子を見ていたが、少し離れた席に案内したため、その後どうなったかはわからなかった。その後、私が接客を終えて入り口に戻ると、店長は満足そうな顔でカルテを見ていた。中川さんの姿は見えない。私は自分の客を見送った後、心配になり、中川さんのもとに走った。中川さんは泣いていた。中川さん、どうしたの？想像はついたが、私は聞いた。さっきのお客さんのこと？はい。私が前にセットしたお客様の紹介のお客様でした。私のセットがとても気に入ったので紹介していただいたみたいで。あなた、いつも勉強しているから報われたわね。それが店長から直すように言われて、今風のセットだったんですけど、それで直したの？
お客様の前で言い合いできませんから。それもそうね。それで店長は中川がまだ未熟なので、次回は私、木下がやらせていただきますって言って、お客様も了承して帰られました。私はまたかと思った。もういい加減にしてほしい。その方は中川さんのお客さんよね。そうです。でもお客様も納得されたので。中川さんはうつむいてボソボソ話した。店長に言われたら断れないわよ普通。こんなこと一度や二度じゃないんだから。もう我慢できない。ちょっと文句言ってやる。私は店内に行くと店長に話があるからと声をかけ、一緒に奥に行った。店長、ひどいじゃないですか。中川さんのお客さんを横取りするなんて。横取り？人聞きが悪いわね。私は店長として助言しただけよ。あのお客さんは中川さんを信頼して来ていただいているんです。任せてあげたらいいんじゃないですか？おかしいからおかしいと言っただけよ。そしたらお客様が次回からは店長にって言われたのよ。店長から言ったんでしょ？何よその言い方。仮にも私は上司よ。それが上司に対する口の利き方？中川さんだけじゃないわ。他のスタッフからも顧客を横取りしていますよね。ここのスタッフのレベルが低いからでしょ？だから私が手伝ってるのよ。手伝いじゃないわ。邪魔してるだけです。この店の雰囲気悪くしているだけですよ。はっきり告げてやった。すると木下店長は眉尻をつり上げて私を睨んだ。店長に口答えするようなスタッフは不要よ。もういいわ。そこまで言うなら、あなたのお客さんは私が引き継ぐから、あなたはフロアに出なくていいわ。掃除でもしてなさい。店長はそう言って、私に裏方の仕事を命じた。そして本当にこの日から、私は備品の補充や掃除ばかりさせられるようになった。いつも言ってるでしょ？開店前には備品は全部満タンにしておくのよ。このシャンプーはいつになったらいっぱいになるの？床の隅にホコリが溜まってるわよ。ミラーも汚いわよ。お客様をきれいにする場所が汚くてどうするの？木下店長は少しでも落ち度があると、ここぞとばかりに嫌味を言ってくる。はじめはこんなことで負けるかと意地を張っていたが、一月が過ぎた頃から私もくじけてしまった。私は美容師をしたくてここに勤めていたのに、これでは何のために働いているのかわからない。さすがに嫌気がさしてやめようかと考え始めた矢先、忙しくてめったに電話に出ない兄から電話があった。どうしたの？珍しい。仕事が一段落ついたからな。美容院の仕事はどうだ？まあね、なんとかやってるよ。それならいい。たまには外で食事でもしようか。お兄ちゃんのおごりね。3日後、仕事帰りに待ち合わせをして食事に行った。美容師の仕事は楽しいか？兄には心配かけたくない。そう思い、私はにっこりと笑う。毎日が楽しいわよ。そうか、それならいいんだ。兄はそれ以上聞こうとはせず、自分の仕事の話ばかりしていた。自分が会社にいかに頼りにされているかを延々と話した。そういえば、店長はどんな人だ？ところが、そんなことを突然聞いてきた。
結構実績のある客思いの店長だって前言ってたよな。不意をつかれて答えに窮した。そんな私を見て兄が小さくため息をつく。やっぱりそうか。知り合いがあまり評判が良くないらしいと言っていたから。私は知り合いって誰だろうと思いながら我慢できなくなり、店長の行状を一気に話した。黙って聞いていた兄はしばらく考え込んでいた。あとは俺に任せろ。さあ食べよう。兄はそう言って二度とその話題には触れなかった。それからしばらくは何事もなかった。ことが動いたのは仕事中にかかってきた一本の電話だ。その電話を切った私は店長のもとへ向かった。私の知り合いの人からの紹介で、作家の橋本優子さんがこちらに伺いたいと連絡がありました。店長は目をパチクリさせつつ、獲物を見つけたような鋭い視線を私に向けていた。橋本優子？あのベストセラー作家でモデルとしても注目されている？その人がうちに来るの？今日来たいとのことでしたが、どうしましょう。私はフロアにおりませんのでお断りしましょうか。今から来られる方をお断りするわけにもいかないでしょ。いいわ。あなたの知り合いの紹介だからフロアで対応しなさい。ただし担当は私がつきます。いいわね。私は小さくうなずく。しばらくして中川さんが橋本様お見えになりましたと告げた。いらっしゃいませ。橋本様お待ちしておりました。私が挨拶をしているとすぐに木下店長が飛んできて隣に並んだ。木下店長が満面の笑みで挨拶する。担当させていただきます。店長の木下です。よろしくお願いします。それを見て橋本先生が首をかしげる。あれ？安子さんが担当になるんじゃないの？そう聞いてたから来たんだけど。いいえ、伊藤はまだ経験が浅いため、店長の私が担当させていただくことになりました。話が違うわね。どうしようかしら。オーナーの西山さんはいらっしゃらないの？木下店長はいきなりオーナーの名前が出てきたため戸惑っていた。オーナーとお知り合いですか？ちょっとね。どうしたらいいか西山さんに聞いてみようかしら。それを聞いた木下店長がにんまりと笑う。オーナーから全幅の信頼を得ているからきっと自分に担当をつけると思ったのだろう。久しぶりに現場に来るのもいいもんね。昔を思い出すわ。オーナーの西山さんが奥から出てきて作家の橋本先生に挨拶する。いらっしゃいませ橋本先生。お久しぶりです。お元気そうで。安子さん、先生お願いね。そして他の客のもとに挨拶に行こうとした。そこへ橋本先生が声をかける。西山さん、私の担当、店長らしいわよ。どういうこと？安子さん、あなたのお客様でしょ？それが今フロアで仕事をさせてもらってなくて。木下さん、それ本当？木下店長は西山オーナーからの問いに、まあ、とだけ答える。西山オーナーはさらに聞いた。安子さんが何かミスでもしたのかしら。木下店長に代わって私が答えた。店長はスタッフの中川さんのお客様を勝手に自分の担当にしてしまったんです。それ本当？どういうこと？
まだ経験が浅いので、私が変わったんです。お客様の了解も得ておりますから、問題ないですよね、オーナー。それが本当ならね。お客様の前でそういう話をされれば、お客様は断れません。それは了解を得たことになるんでしょうか。確かにそうね。木下さんどう思う？木下店長は徐々に自分が不利になるのを感じているのか、少し焦っている様子があった。私は実績を評価されてオーナーにスカウトされたんですよね。ここの店長になった以上は自分流のやり方でやらせてもらいます。実績は上げますから。誰の実績を上げてるんですか？私は聞いた。私の実績、つまりこの店の実績よ。だからそのためには私を批判する人は許さない。伊藤さんみたいに。西山オーナーはそれを聞いた瞬間、やっぱりね、とつぶやいた。あなたに来てもらった後、いろんな噂を聞いたわ。実はあなたが部下の顧客を横取りしているという話も私の耳に届いてた。西山オーナーの言葉は歯切れが悪かった。自分が連れてきたから仕方ないのだろう。ここは皆で和気あいあいとして対応するのが広まって大きくなってきたのよ。だからあなたのようなことをされては困るわ。このままでは雰囲気が悪くなってお客様も減ってスタッフも減る。あなたのしていることはそういうことよ。暗に辞めるようほのめかしている。私が辞めたら私の担当の得意客は皆いなくなるわよ。それでいいの？しかし木下店長はそれでもまだ強気だった。そんな彼女を見て西山オーナーが小さくため息をつく。本当にそう思う？思うわよ。担当の客は皆私についてくると思うわ。違う？あなた、全然お客様を見ていないわね。実はね、ここのところお客様に連絡をさせてもらっていたの。それで本音を聞かせてもらったわ。店長の手前、断れなかったけど、本当は前の担当の人がいいってお客様みんな言ってたわよ。そんなはずない。お客様一人一人に聞いたから間違いないわ。こうも言っていたわ。今の店の雰囲気は重苦しい。早く前の店に戻ってほしいって。私のせいだって言うの？まだわからないの？こうなったのはあなたが来てからよ。あなたは技術力はあるけど、人としてはどうかと思うわ。その気があるなら別の店舗で一からやり直しなさい。木下店長は青ざめてその場に座り込んでしまった。お客様の目がある手前、すぐに立つよう促したが動いてくれない。仕方なくスタッフで両脇を抱えバックルームへ下がってもらった。安子さん、それからみんなもごめんなさいね。とんでもない人を店長にしちゃったわね。この通りよ。頭を下げる西山オーナーに私は声をかけた。やめてくださいオーナー。これで店が前のようにアットホームな店になりますね。本当にね、大変だけどみんなお願いね。じゃあみんな仕事に戻りましょう。すると様子を見ていた作家の橋本先生が言った。どうやら私はお役ごめんね。帰るわ。先生、セットはいいんですか？原稿の締め切りが近いのよ。またあなたのお兄さんに怒られちゃうからね。また今度寄らせてもらうわ。じゃあね。そう言って
橋本先生は笑いながら帰っていった。なんか変だなと思い、私は西山オーナーに店長のことを誰から聞いたのかと確認した。そして西山オーナーの説明でようやくわかった。事態は私が兄との食事の時に愚痴を言ったところから始まっていた。兄は店長を追い詰めるために担当している作家の橋本優子先生に頼んだ。そして西山オーナーは何も知らないふりをして、兄と橋本先生の3人で一芝居を打った。私は全く知らなかったが、店の雰囲気が元に戻るならそれでいいと思った。ただ、もっと気になることがある。なぜ兄と西山オーナーが知り合いなのかということだ。兄にそのことを問い合わせると、数日後、兄と西山オーナーが席を設けてくれた。実は彼女と以前からお付き合いさせてもらってるんだ。え？お付き合い？それって交際中ってことよね。近く入籍も考えてる。ごめんなさいね、秘密にしてて。私がこの美容院に面接に来た時に兄についてきてもらったが、その時知り合ったらしい。全くわからなかった。しかもオーナーのお腹には子供がいるそうだ。兄は続けた。彼女には出産に合わせて家庭に入ってもらおうと思ってるんだ。それで安子、彼女に代わってオーナーの仕事を引き継いでくれないか？私がオーナー？そんなの無理よ。無理に決まってる。あら、私はやれると思ってるわ。あなたは人望もあるし、大丈夫よ。義理の妹に私の後を継いでほしいと、西山オーナー、いや、義士に頭を下げられる。そうまでされると断れない。それに迷いはしたが、あの店は好きだ。それじゃあやってみようかな。ありがとう。それじゃあ明日から特訓ね。しっかりオーナーの仕事を覚えてもらうわ。西山オーナーが最高の笑顔を見せる。兄はそんな彼女を温かく見つめている。私はあの店をどう盛り上げていくかをワクワクしながら考え始めていた。